私の前世、母は交通事故に遭い、大出血を起こした。私は兄に頼み、養女のリリーを病院に連れてきて献血させた。母とリリーは同じ珍しい RH- 型だった。しかし献血後、リリーは野因に乗じて海に入水した。彼女は遺書を残し、私たちの家族が彼女を単なる歩く血液バンクとして扱ったと非難した。兄のアンドリューは葬儀を冷徹に執り行い、私を慰めまでした。自分を責めるなと。だがその後、私の誕生日に彼は私を病院の屋上に引きずり上げた。お前は本当に性悪だな。彼は憎悪に歪んだ声で言った。お前が彼女を鬱に追い込み、母と共謀してこの緊急事態をでっち上げた。お前がリリーを殺した。今度はお前が死んで彼女の罪を償え。そう言って、彼は私を屋上から突き落とした。私は目を見開いたまま、信じられない思いで死んだ。目を開けると、私は交通事故の当日に戻っていた。タイヤのキーキーという音と激しい衝撃が、私の漂う意識を現実に引き戻した。瞬きすると、自分が母の腕に抱きしめられているのに気づいた。私はすぐに涙があふれた。この光景は痛いほどよく知っていた。前世でも母は私をかばい、それが原因で出血多量で亡くなったのだ。母さん、大丈夫？心配しないで、大丈夫よ。しかし私は見えた。彼女の腹部から急速に広がる暗い血のシミを。どうして大丈夫なわけがある？涙をこらえ、携帯を探し救急車を呼んだ。傷口を押さえて出血を遅らせようとする手は震えていた。割れた車の窓ガラスに映った自分の顔は断固たる決意に満ちていた。以前の弱々しく無力な少女とはかけ離れていた。前世では私は恐怖で麻痺し、最初にアンドリューに助けを求めた。彼は最初信じず、貴重な時間を浪費し、ようやく母を病院に連れて行くことに同意した。その遅れが彼女に深刻な代償を払わせた。生き延びたが、腰から下が麻痺し、余生を車椅子で過ごすことになった。救急車はすぐに到着し、私は母と一緒に病院へ向かった。到着するとすぐに手術室に運び込まれた。私は閉ざされたドアから目を離さなかった。今回は待たなかった。医者から話がある前でさえ、コミュニティのサポートグループに投稿し、RH- 型の血液を持つ人に来てくれるよう懇願した。もうアンドリューとリリーに全てを託すことはできなかった。より多くの選択肢は、より多くの希望を意味した。それでも私は彼を呼んだ。母さんが交通事故に遭った。出血がひどくて RH- の輸血が必要なの。リリーを連れてきて。まだそんなゲームをしてるのか？彼は遮り、軽蔑のこもった声で言った。そんなに性悪で彼女に静かな誕生日もさせられないのか？胸が締め付けられた。違う、本当なの、母さんは本当に。黙れ。母さんは元気だし、病院は血液不足なんかじゃない。彼の声は氷のようだった。今回は俺がリリーを守る。お前が彼女をいじめるのを許さない。ちょうどその時、医者が現れた。病院の RH- 血液の在庫が危険的に少ないと知らせた。アンドリューは電話越しにそれを聞いた。彼は嘲笑した。わあ、芝居の共演者まで雇ったのか？パニックが襲った。母さんは大出血なの、アンドリュー。危険な状態なの。お願い、リリーを病院に連れてきて。私の声は必死で鋭く、おえつで裏切られた。お姉さん、どうして私をそんなに苦しめるのが好きなの？リリーの声が、偽りの無邪気さと傷ついた非難に満ちて電話から聞こえた。私に一つくらい素敵な誕生日をさせてくれない？相変わらず母さんを言い訳にして
アンドリューの声は冷たく、確信に満ちていた。彼はもう私を有罪と決めつけていた。彼女の誕生日にこんな芝居を打つなんて。アンドリュー、嘘なんかついてない。涙が私の方を伝った。もういい。彼は怒鳴った。またお前の手に引っかかると思うか？いつもリリーに嫉妬して、いつも彼女を惨めにする方法を探して。今回は許さない。彼は電話を切った。私はそこに立ち、電話を握りしめ、2の呼び出し音が最後の冷たい侮辱のように響いた。病院の壁にもたれかかり、無力な怒りに飲み込まれた。諦めかけていたとき、サポートグループにメッセージが届いた。私立病院？私は RH- ですぐ近くにいます。涙を拭い、指が画面を駆け巡った。はい、はい。了解、向かいます。5分後、同じ人から怒りの声メッセージが届いた。再生を押す。中年男性の声がスピーカーから爆発した。冗談でしょ？妹に仕返しするために偽の緊急事態を投稿するなんて？人は他にやることあると思わないの？病気だ。続くメッセージも同様に残酷だった。氷の深淵に突き落とされた気分だった。どうして？なぜ彼がアンドリューに違いない。きっとそうだ。グループチャットは侮辱であふれた。医療サポートグループでそんな冗談をするなんてどんな人だ？いろいろな人がいるんだね。誰か彼女を追い出して。体が震え始めた。怒り、絶望、無力感が私を丸ごと飲み込もうとした。爪が手のひらに食い込んだが、痛みは感じなかった。慌てて返信した。いいえ、偽物じゃない。患者は本当に大出血しています。急いで病院の診断報告書の写真を送った。私たちは私立病院にいます。信じてください。お願い、お願いです。母を助けに来てください。チャットは一瞬静かになった。すると、いくつか異論を唱える声が現れた。他に病院の近くにいる人？様子を見てみない？本当かもしれないし。そうだね、その報告書は本物に見える。RH- の血液の男性がまたメッセージを送ってきた。もう一度戻る。嘘ついてない方がいいよ。安堵の波が押し寄せた。私はひたすら感謝した。待っている間、連絡先をスクロールし、助けになりそうな人に電話した。しかしすべての電話は行き止まりだった。血液型が違う、ジョイにいない、出ない。私の唯一の希望はグループの男性だけだった。すぐに打ち砕かれる希望。また一連の声メッセージ。冗談じゃない、殺すぞ。何度も嘘をつくのが楽しいと思うか？即座に返信した。いいえ、私は手術室の真ん前にいます。信じられないなら医者に聞いてください。事故はウェストミンスター通りでした。まだ嘘をついている。さっき医者に聞いたばかりだ。怒りに満ちた声が響いた。ウェストミンスター通りの事故は軽微だって。患者は擦り傷だけで輸血は必要ないって。いいえ、あの医者は嘘をついています。嘘です。メッセージを送信した瞬間、グループから追放された。再参加を試みた。リクエスト拒否。また。拒否。何度も何度も。もう耐えられなかった。床に崩れ落ち、泣きじゃくった。すると、電話が鳴った。アンドリューの友人のマーク・エヴァンス医師だった。騒ぐのをやめろ、クララ。管理人に君を追放させた冷たい声だった。君の兄の言う通りだ。君の母は君を甘やかしすぎた。妹と喧嘩するためにそんな汚い手を使うのは哀れだ。リリーは十分苦しんだ。
彼女を放っておいて、誕生日を楽しませてやれ。言葉が喉に詰まった。私はただ静かに泣くしかなかった。彼は電話を切り、私の希望はその呼び出し音とともに消えた。しかしアンドリューはまだ終わっていなかった。私に電話をかけてきた。クララ、お前は本当に学習しないな？まだサポートグループで人を騙しているのか？母に何かあったら私は声をからせ、憎悪に満ちていった。お前とリリーを絶対に許さない。一瞬間が空いた。そして彼は笑った。お前が？何ができるんだ？リリーのパーティーが終わったら彼女を家に連れて帰る。そして母にようやくお前を懲らしめさせる。嫉妬深い女はリリーと同じ屋根の下に住むべきじゃない。お前を追い出す。私は呆然と聞いた。電話の向こうにいるのは人間なのか、それとも兄の顔をした怪物なのか？彼はかつては私を溺愛していた。しかしそれはリリーが養子に来た日から消え去った。母が仕事で頻繁に旅行している間、アンドリューが私たちを育てた。しかしリリーが涙を流すたびに、アンドリューは私のせいだと思い込んだ。最初は自分を守ったが、それによってより厳しい説教とリリーへのより一層の甘やかしを招いただけだった。そして今、母の命が危険にさらされているというのに、彼の頭にあるのはリリーの誕生日と私を家から追い出すことだけだった。私の中の憎しみは募った。アンドリューの盲目さ、リリーの偽善、そして過去の自分の弱さを憎んだ。手術室のドアの上のライトは赤く光っていた。過ぎ去る一秒一秒が私の心をハンマーで打つようだった。絶望に沈みかけていたとき、見知らぬ番号から電話がかかってきた。躊躇して出た。もしもし？ご母親のために RH- の血液を探している方ですか？私立病院の看護師です。グループでの投稿を見ました。はい、はい、私です。おえつ混じりに答えた。大丈夫、泣かないで。以前の患者で RH- の方の記録を見つけました。連絡先を送ります。試す価値はありますよ。命綱だった。感謝の言葉を繰り返し、すぐに番号をダイヤルした。電話がつながると、状況を説明し、声を震わせた。相手の男性はしばらく沈黙した。献血できますよ、ようやく彼は言った。ただし報酬が必要です。100万ドルです。一瞬も躊躇わずに承諾した。母を救うためなら何だって払う。10分後、彼は到着した。私は急いで医師のオフィスへと向かったが、マーク・エヴァンスに遮られた。今度は何をしているんだ？まだ問題を起こしているのか？献血者は私を怪訝そうに見た。献血センターに行ってください、急いで伝えた。患者の名前はエレノア・バンスです。彼女のために献血に来たと伝えてください。彼はうなずき、まだ疑わしげに去ろうとした。マークは彼を止めようとした。もう彼に邪魔はさせない。私は野獣のように彼に飛びかかり、拳で殴りつけた。彼とアンドリューは同じだ。偏見で目が曇っている。彼のせいでなければ、母はとっくに安全だった。彼が憎かった。純粋な憎悪の眼差しに彼は仰天したようだった。一瞬、反撃するのを忘れた。病院の警備員が私を引き離さなければならなかった。人だかりができていた。病院長が現れた。ここで何が起きている？院長、彼女は友人の妹です。マークは落ち着きを取り戻そうとした。癇癪を起こして病院で騒いでいるだけです。私は警備員に抵抗した。マーク・エヴァンス、あなたはバカよ。癇癪を起こしたいなら、どうしてリリーの誕生日パーティーをぶち壊しに行かないの？マークは固まり、
その後取り乱した。あなたの兄はバンス夫人が事故に遭い、あなたがそれを口実にリリーを献血に誘き出そうとしていると言っていました。彼女に私たち全員が彼女を歩く血液バンクだと思わせたいのだと。彼女はもう鬱です。あなたは彼女を追い詰めようとしている。私は笑った。涙が頬を伝う。院長に向き直った。皆さん聞きましたね。このマーク・エヴァンス医師は、私が患者の命を救おうとするのを積極的に妨害しています。私の母はあの手術室で交通事故の大出血を起こしています。彼は献血の可能性のある人を誤った情報で導き、私をサポートグループから追放させました。彼女は嘘つきです。マークは主張した。私は何年も彼女を知っています。彼女の家に行ったことがあります。彼女はいつもリリーをいじめています。理性的な院長は近くの看護師に確認を求めた。看護師は優しく言った。院長、本当です。患者はこのお嬢様の母上です。ひどい交通事故に遭われ、RH- で今手術中です。マークの顔は真っ白になった。いや、そんなはずがない。院長は彼を無視して手術室へ向かった。マークは放心状態のようによろめきながら後を追った。ドアの上の赤いライトはついたままで、内部で行われている戦いの厳しい警告だった。私はようやく腰を下ろし、体は疲労で震えていた。マークも震えており、信じられない様子で私を見つめていた。どうしてこうでもあなたの兄とリリーは。私は彼を無視し、ドアを見つめ続けた。彼はイライラしてゴミ箱を蹴り、アンドリューに必死に電話し始めた。長い時間後、電話がつながった。なんだよ。アンドリューの声はうんざりしていた。アンドリュー、君の母さんは本当に手術中だ。深刻な状態だ。へえ。クララが君も籠絡したのか？マークは壁に拳を叩きつけた。お前のせいで俺はクビになるぞ、この野郎。お前の母さんが死にかけているってのに、誕生日祝いか？どうでもいい。リリーのケーキを切らないと。お前。電話は切れた。マークは私に向き直り、顔は罪悪感に満ちていた。クララ、本当にすまない。君の兄彼は完全に私を誤解させた。今すぐサポートグループに戻すよ。全部きれいにする。私は彼を見つめ、目は氷のようだった。無駄だ。君が何をしようと、私は君を責任追及する。君のキャリアは終わりだ、マーク。君は意志の恥だ。彼は固まり、顔は青ざめた。彼も前世では無実ではなかった。彼はリリーに片思いで何度も彼女を助けて私を傷つけた。アンドリューが私を一人で屋上に連れて行けたのは彼のせいだ。アンドリューが私を突き落とす直前に警備員が通りかかった。マークが彼を追い払ったのだ。私は全員に償わせる。そして母に愛する息子と引き取った少女の真実を知らせる。2時間後、手術室のドアが開いた。おめでとう外科医は微笑んで言った。手術は成功しました。その日初めて私は涙ながらに微笑んだ。母は一般病室に移された。午後9時ごろ、彼女はゆっくりと目を覚ました。母さん。泣かないで、娘よ。あなたが無事ならそれで十分。母さん、アンドリューとリリーは。彼女は弱々しく手を挙げ、私の方を撫でた。心配しないで。今回は母さんがあなたを守る。ごめんね、愛しい娘よ。そばにいてあげられなかった。何年もあなたを苦しめさせてしまって。